料理研究家の私が息子家族を訪ねた後半の様子です。皆さんこんにちは。前回の動画では2年ぶりに東京に住む息子家族と再会して、夕飯にハッシュドポテト、鶏のニンニク炒め、薄口醤油で蒸しにして水を加えるだけのスープも作りました。今回の動画はその後半です。2日目3日目の様子をお送りいたします。最終日は新幹線に乗るまでの3時間で煮て焼いて炒めて蒸しにして作り置きをたくさん作ってきた様子をお伝えしています。忙しくてご飯がちゃんと作れない、食費を抑えたいけど美味しいものを食べたい、なるべく添加物を減らしたい、そんな方々に見ていただきたい動画です。ぜひ最後までご覧ください。2日目は田園調布に行きました。若い頃のお知り合いがそこの画廊で東京滞在中にたまたま個展をしていたんです。片山さんの作品を拝見するのは35年ぶりかな。画廊の中は動画撮影 NG だったのですが、大きな作品が皇居近くのパレスホテル東京に飾ってあるというので行ってみることに。その後息子家族と合流し、買い物を楽しんだり回転寿司屋さんでお腹いっぱい食べました。全国旅行支援のクーポンも使い切れてよかったです。いよいよ3日目最終日です。午前中からよーしやるよと気合は入っていましたが、小さな子供がいると大人が思うようにはならないですよね。おばあちゃん公園に一緒に行こうと誘われて帰ってきたのはもうお昼の1時。とりあえず焼き飯を作ってお昼にすることに。冷蔵庫にあった小松菜と人参をみじん切りにして作りました。仕上げに醤油とごま油をフライパンの隅っこに入れて香りを出すと、焼き飯はぐーっと美味しくなりますよ。きんぴらごぼうと蒸しさつまいもも添えてみました。さあ帰りの新幹線に間に合うように3時間で作れるだけ作って帰ります。冷凍庫にある食材と今ある野菜で何ができるのか私も分かりません。とりあえずだし汁は取っておきますね。これ古式ですかね。使い方がわからないけど。何作ったらいいですか？こんな風に言っていた孫娘ですが、ごぼうも大好きなようで、鶏レバと根菜の煮込みをしていきましょう。孫が食べやすいように手羽先の骨を抜いておきます。よくチューリップとして売られていますよね。自分でも簡単にできるんですよ。裏側から開いて2本の骨を取り除くだけです。鍋にサラダ油を大さじ 1,2 杯入れて全体になじませ、鶏手羽肉の皮目の方からしっかりと焼いていきます。一旦取り出します。フライパンのような鍋は息子が独身の時からあってとっても火がつきますね。ごぼう、レンコン、人参と干し椎茸が2枚あったので戻して入れています。炒めていきます。全体に油がなじめば椎茸の戻し汁を加えます。1/2カップほどでしょうか。椎茸を使わないときは鶏からも旨味が出るので水でも大丈夫ですよ。お酒も少し加えます。コクがプラスされるのと鶏の臭みが消えます。みりんは大さじ 2,3 杯加えます。鶏手羽肉を戻して蒸しにしていくんですが、ちょっと水分が足りないように思うので水を1/2カップ足してみます。あまり水分を入れずに蒸しにしていくと美味しい上に調味料も少なくて済みます。野菜が柔らかくなるまで弱火でコトコトと煮ていきます。今回関西以外で薄口醤油が売っているのかどうかわからなかったので、薄口醤油だけは持っていたのですが、ありました。うどんは薄口醤油でないとあかんと息子が言うそうです。隣のコンロで薄口煮をしていきましょう。材料は何でも大丈夫です。1日目はかぼちゃ、
玉ねぎ、人参で作りましたが、今日はキャベツをたっぷり入れてみます。基本は 400g の野菜に水 100ml、 薄口醤油小さじ 1,2 杯です。塩分も少なくて野菜の旨味が引き出せます。出来上がりはホットサラダとしても、次の日はスープやグラタンなどの具材としても重宝します。この薄口煮を常備していると忙しい食卓もなんとかなるような気がします。スープや汁物も出汁を入れなくてもできます。野菜の美味しさを感じることができるからでしょうね。詳しくはこちらの動画をご覧くださいね。薄口醤油煮を仕込んでいる間に、鶏と根菜の煮物の野菜も柔らかくなってきました。水分もほとんどありません。最後に醤油を大さじ 1,2 杯加えます。入りつけるように仕上げると、具材の表面に醤油が絡みついて、醤油の量が少なくて済みます。醤油の香りも引き立って、塩分を控えている方にはとても良い作り方です。晩ご飯にする寄せ鍋を仕込んでいきます。鍋の白菜は格別美味しいですよね。寄せ鍋をするとき、あらかじめ白菜を蒸しにしていると、白菜をたっぷり食べることができ、寄せ鍋のだし汁のうまさも際立ちますよ。白菜は根元の白い部分と刃先で切り方を変えます。根元の白い部分は縦に切ると、火の通りも早く歯ごたえも残ります。刃先のところは横にざく切りにしてくださいね。薄口煮も出来上がって、ちょうど鍋も開きました。鍋にすべて白菜を入れて、塩を少々振ってきっちりと蓋をして蒸し煮にしていきます。横のコンロでは鶏肉もいい音がしてきました。孫が食べるため胡椒は抜いていますが、塩をして一口大に切った鶏もも肉を皮目の方から焼いていました。料理をうまくなる一番のポイントは塩加減と火加減だと私は思っています。肉を焼くときは塩加減を 0.8% を基準に考えてください。パーセントなんか難しそうと思われるかもしれませんが、慣れてしまえば何度も味見をしなくて良い塩梅になります。300g の肉に 0.8% は 2.4g の塩、それはおおよそ小さじ1/2です。人間の血液の塩分濃度がだいたい 0.9% です。それに近い塩分が入ってくると、人は美味しいと感じるものなんです。ただ減塩している方や孫娘のように小さなお子さんは、それよりぐんと減らしていただいたらいいかと思います。火加減は前回の動画でもお話したように、強火で一気に炒めてしまうと肉が硬くなってしまいます。肉は強火と思い込んでいる方は、また別の機会にプロのコンロと家庭用のコンロの違いについてお話しいたしますね。身の方はさっと焼いて余分な油を拭き取って仕上げていきます。玉ねぎ1個と小さめのトマトを2個をくし形に切って加えました。少し野菜にも塩をして蒸しにしていきます。炒め物のような煮込みのようなこの料理ですが、玉ねぎの甘みとトマトのうまみ成分で余分な調味料は必要ありません。弱火でじっくりと煮ていきます。途中パプリカがあったので彩りに加えますね。水を加えなくても見てください。野菜からの水分でいい煮込み料理になっています。仕上げに味を見て塩コショウで味を整えてくださいね。煮込んでいる間に豚ミンチでハンバーグを作りました。ハンバーグは合いびき肉と思っておられるかもしれませんが、いつものハンバーグを豚ミンチでぜひ作ってみてください。ハンバーグは豚ミンチで十分と思ってもらえるはずです。解凍したむきエビが少し残っていて、ブロッコリーとの中華炒めも作り、最後は寄せ鍋を仕上げました。寄せ鍋の詳しい作り方はこの動画でお伝えしています。みりん 50ml、薄口醤油 50ml、だし汁 600ml でできます。
白菜もたっぷり入ってとっても美味しいですよ。みんなでこの寄せ鍋を食べてマンションを後にしました。孫たちがわちゃわちゃしている中での動画撮影はお見苦しい点も多かったと思いますが、最後まで見てくださってありがとうございます。皆様の忙しい中でも料理を楽しむ少しでもヒントになれば嬉しいです。そして息子家族たちのちょっとでも助けになってたらいいなと思って帰りの新幹線に乗りました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。